はい、皆さんこんにちは。まーさんです。毎日暑い日が続いておりますが、皆さん体を壊したりされていないでしょうか。最近ね、ちょっと動画の前の挨拶が暑い暑いってそればっかり言ってますけど、でもまあ実際暑いからね、仕方ないですね。はい、今回はね、また BMW を触っていこうと思います。アルトワークスはどうしたんだって聞かれそうですけど、アルトワークスね、油温計をつけたりとか、ロードケージをつけたりとか、そういうことをするよって言ってありましたが、ロードケージなんですけれども、もう1週間10日ぐらい前に注文したんですが、今日もその注文したショップからメールが来たんですけど、今日から数えてもまだあと4から6週間かかるみたいな話なのかな、なんかそんな感じになってるみたいです。ですからまあね、注文を受けたメーカーの人が、どっか山へ入っていって今頃ね、鉄鉱石をツルハシで取ってるんだと思います。で、鉄鉱石をいっぱい持って帰ってきて、かまどで焼いて、今からアルトワークス用のロードケージに作っていくんだろうと。だからまあ、6週間かかってもしょうがないんだろうなと、そういうふうに考えております。ですからまあ、アルトワークスはね、ちょっと一旦横へ置いておきまして、その間に BMW をまた触っていこうかなと。はい。BMW なんですけど、買った時から高速道路とか走るとね、ちょっとふわふわした感じがあるな、みたいなことは言ってたと思います。ですからまあ、それはショックアブソーバー変えなきゃいけないかなっていう感じなんですが、今回はね、ショックアブソーバー含め足回り全体をちょっと見直してですね、まあ、変えるべきものは変えて、シャキッとした新車同様の足に戻していきたいということでやっていきます。そして今回1回目なんですけど、とりあえずね、改めて足回りを、点検しました。そしてこの1回目の動画はどこをどういう風に直していくのかちょっと考えていくっていう、まあ、準備編みたいなね、そんな感じになっております。はい、それでもう作業始まっておりまして、BMW をジャッキアップして、フロントホイール、リアホイールを取り外していますが、フロントの方からね、点検をしていきます。はい、フロントサスペンションこんな感じになってまして、今、ホイールハブをね、ぐらぐら揺らして、変なガタつきとかがないかという、まあ、基本的な点検ですね、してます。ショックアブソーバーのブーツが完全に破れていますね。それ以外に、こう、明らかに異常っていうようなガタつきとか、そういう異常はないんですが、やっぱりこのブーツが破れてるのと、その上の、バンプラバーっていうやつですね。これがもう見事にボロボロになってまして、こういうのを見るとやっぱりショックアブソーバーと、まあ、アッパーマウントですね。その辺も交換していかないといけないかなと思います。そして次に、カメラでアップにしてるここなんですけれども、実はこれが有名なパーツでして、はい。フロントサスペンションの点検をしてますけれども、わかりやすいようにね、この車のフロントサスペンションの解説をしていこうと思います。ちょっとアップにしますね。はい。これ、車を真ん前から見たところで、この辺がボディっていうことなんですが、これがタイヤです。はい。まあ、いわゆるね、ストラットっていうタイプのサスペンション。これが、マーさんが乗ってる E46 のフロントサスペンションですね。ここがショックアブソーバー。ショックアブソーバーであり、ストラットっていうパーツを兼ねたものです。この斜めの線になっているのは、まあ一応スプリングのつもりです。そしてここにロアアームっていうのがありまして、ここの3箇所は、それぞれ、まあ蝶つがいのように動くようになっていると。そしてタイヤが上下にですね、サスがストロークすると、ロアアームがこういう風に動く。そしてショックアブソーバーは伸び縮みしつつ角度もほんのちょっと変わるという、そういうサスペンションです。まあ、フロントサスペンションとしては一番一般的なものだと思います。このサスペンション形式の場合ですね、ストレスがかかる場所っていうのは、一つはここ、ショックアブソーバーの、伸び縮みするあたりですね。ここにこの一本の棒だとすると、この棒をボキって折るような力が加わります。
ここの部分のストレスについては、このショックアブソーバーをね、交換するときまた改めてちょっと解説しようかと思いますが、今問題にしたいのはこちら、もう一つ一番ストレスのかかるポイント、ロアアームのボディ側の付け根です。ゴムブッシュっていうのが使われてます。このゴムブッシュが、どうなのかっていうことなんですね。はい、ちょっと図を書き直しましたが、先ほどは真正面から見た図だったんですが、これはね、斜め上ぐらいから見た図だと思ってください。そうすると、ロアアームっていうのはさっきは一本の棒に見えましたけど、ちょっと上の方から、あるいは下から見ると、こういう三角形のアームなんですね。三角形の前と後ろがボディにくっつけてあって、こう動くという構造になっています。そしてですね、ここの付け根なんですけど、ゴムブッシュが使われているのが普通です。そしてこのゴムブッシュがですね、大きいと、乗り心地的には良くなるんですが、ゴムブッシュが大きいと、このロアアームがぐにゃぐにゃいろんなところに動いてしまうわけですね。そうすると、ハンドリング的にはマイナスになります。特にトですね、ここのブッシュが柔らかいとですね、コーナリング時とかブレーキングした時にトがぐにゃぐにゃ動いてしまって、それが非常に具合が悪いので、ハンドリングのことだけ考えたら、ここのゴムブッシュはもう小さくするか、あるいはピロボールみたいな、余計な方向に動かないものを使いたいんですが、乗り心地のことを考えるとそうもいかないということです。そしてですね、この BMW の E46 はここにですね、非常に特徴的な構造がありまして、このロアアームの前側は、要はピロボールみたいなもの、ボールジョイントなんですけど、たわみとかガタつきとかの一切ないジョイントが使われてます。そして逆に後ろ側ですね、ロアアームの後ろ側の付け根のとこは非常に大きなゴムブッシュというかですね、なんか噂によると液体封入ブッシュらしいということなんですが、そういうちょっと変わったブッシュが使われてます。そしてですね、この液体封入ブッシュらしきものが非常に劣化しやすくて、E46ではもうこのブッシュをもうほとんど定期的にね、2万キロとかで定期的に変えるのがもう定番になってるのだそうです。そういったことを踏まえて点検の動画をご覧ください。はい、改めまして、今これボディの真横からカメラを向けてるところですが、今言いましたロアアームの後ろ側のブッシュですね、そこへカメラをガーッと近づけていきまして、そしてですね、今バールのような工具でちょっとこじってみます。そうすると割とね、くにゃくにゃと簡単に動くんですけれども、これが正常なのか、ちょっと軽く動きすぎなのかね、マーさんにはちょっとよくわかんないというところが問題なんですが、今アップで見てますけれども、アップで見ても特に、おかしいっていう感じではないですね。ということで、フロントサスペンションについてまとめますと、特にあれこれはおかしいみたいなね、そういう明らかな異常は見つかりませんでした。しかし、ショックアブソーバーとロアアーム後ろ側のブッシュについては、傷んでることは走行距離なんかから見て間違いないので、この2つのパーツですね、ショックアブソーバーとロアアーム後ろ側のブッシュ、これを交換するっていうことでいきたいと思います。はい、次は後ろ側を点検していきます。この後ろ側がですね、実は大変でして、フロントサスペンションとは比較にならないぐらい複雑な構造になっています。ゴムブッシュもいっぱい使われてまして、もしリフレッシュするとなるとね、そのゴムブッシュを全部交換と、そういうことを実際する人も結構いらっしゃるようなんですが、ちょっとね、アマチュアの手には余るんじゃないかというぐらい大変なので、どうしたもんかなと思ってるんですが、とりあえず今、フロントと同じように点検をしていますが、あれここおかしいみたいな明らかなね、もうあからさまにブッシュが切れてるとか、そういうのは、やっぱりないです。
ですから、走った上でも、リアサスがなんかおかしいみたいなね、そういうのは運転してても実感がないので、そういう状態で、こうして点検しても明らかな異常がない中で、全部の物資を交換するっていうのは、やっぱりそれはさすがにちょっとないかなと。まあ、過剰整備じゃないですけどね、そこまではできないかなと思います。じゃあ、どの部分を、交換するのか、あるいは全然交換しないのか、ショックアブソーバーだけね、交換するっていう手もあるとは思うんですが、その辺をどうするかなんですよね。はい。リアサスについても構造を説明してから実際の点検をお見せしようと思います。この E46 ですね、フロントはストラットっていうかなり、ありふれたというかですね、普通のサスペンションなんですが、リアはかなり特徴的な、まさに BMW 走りにこだわってるんだなって思わせるような変わったサスペンションが使われています。はい、こちらの図を見てください。これが、真上から見た図だと思ってください。これがリアタイヤで、リアタイヤに大きなアームがくっついてまして、アームの先端、ここがボディにくっついてます。ですから、ここを支点にしてタイヤが動く。こちらに真横から見た図を描きましたが、これがタイヤでアームがあって、ここでボディに固定されてる。そしてサスペンションがストロークするとこういう風に動く。ですからこれはトレーリングっていうタイプのサスペンションになりますね。ただ自動車でトレーリングサスペンションを使った例ってあんまりなくて、バイクのリアサスなんかはみんなトレーリングなんですけど、車ではあんまりなくて、車だとこっからもう一つ枝を生やして、ここもボディに固定をするセミトレーリングアームっていうのがすごく多いです。ここにも枝を生やすことで、全体としては斜めからタイヤを支えることになります。またこうして2箇所でボディにくっついてますので、このアーム1本で必要な強度を出せると。だからすごくシンプルな形で、サスペンションを構成することができると。しかもその斜めから支えるっていうのがミソで、それによってサスペンションがストロークすると、キャンバーが変化するんですね。サスペンションが沈むとネガキャンが強くなる。それが、実際に都合がいいんですね。そのように変化した方が。ですから、セミトレーリングのサスペンションっていうのはすごくよく使われてます。しかし、この E46 はセミトレじゃなくてトレーリングアームを採用している。トレーリングアームだとですね、ストロークしてもキャンバー角が変化しないですし、まず強度が出ないですよね。これだけの構造だったら、もう横 G とかかかったらタイヤがぐにゃんぐにゃんしちゃって話にならないですよね。ですから、アームが追加してあります。真上から見るとここに1本だけ追加しているように見えますが、こちらの図、これが、真後ろから見た図だと思ってください。これがタイヤで、タイヤの上と下に2本アームがついてます。ですから全体としては大きいアーム1本と、小さいアーム2本の3本でタイヤが、支持されていると。そういう構造になるんですね。そしてですね、このアームなんですけれども、下の方が長くなってます。ですから下の方が長くて、この状態でストロークするとキャンバー角が変化する。そこで、セミトレのようなキャンバー変化を生み出しているわけですね。でも、こんな面倒なことをするぐらいだったら普通のセミトレを使えばいいようなもんだよなと思うんですが、ここからはマーさんの推測っていうかね、ちょっと資料を探したんですけど、資料がないので、マーさんの推測なんですが、この形式のサスペンションを採用した理由は、トーコントロールだと思います。セミトレのサスペンションの最大の難点っていうのは、コーナリング時にですね、トーアウトの方に動いちゃうんですね。コーナーの外側のリアタイヤが、コーナーのさらに外を向くようなトーアウトに変化してしまう。それが欠点で、トーアウトに変化すると、スピンを助長するような危険なハンドリングになるんですよね。だから、4WS ってね、ありますけど、4WS とか、あとハイキャスとか、リアタイヤを動かす機構がいっぱいありますけど、あれはすべてコーナリング中はリアタイヤを強制的にトーインの方に向けるようになってます。その方が安全なんですよね。で、
このサスペンションはそういう高価な 4WS みたいなシステムを使わずに、もっとナチュラルな方法で、コーナリング中にトーアウトになるのを防ぐために開発されたと思います。タイヤに横 G がかかると、ここがですね、うまいこと動いてですね、タイヤがトーアウトになるのを防ぐと。そういうサスペンションであろうと思います。はい。ということで、もう一度リアサスペンションの構造をですね、実物で確認していきます。今、カメラを車体の後ろの方からずっと入れていきまして、今、真正面にあるのがスペアタイヤを入れるスペース。左側がマフラーですね。で、カメラをもっと前の方に移動させていくと、デフケースが見えてきます。デフケースの両側にあるのが今説明したリアサスペンションということですね。ちょっとこの車はですね、全体がシャシーブラックで真っ黒になってるんで非常に構造が分かりにくいんですが、今デフケースの方から横の方にカメラを向けますと、こんな風に先ほど説明したサスペンションがあると。そしてですね、この矢印がついたこの部分なんですけど、これ、サブフレームです。先ほど説明したサスペンションがサブフレームっていうものについてて、そのサブフレームがボディについてると。これによってですね、ハンドリングと乗り心地を両立できるっていうことなんですが、ただ、サブフレームもブッシュを介してボディに取り付けられてますので、そうするとそこでまたブッシュの数が増える、一体ブッシュ全部でいくつあるんだっていう、そういう感じになってますね。はい、今点検してるのが先ほど説明したアームの上の方のアームですね。図では、棒のように書きましたけど、実際にはスプリングを乗せる関係で平べったい形状をしてます。このアームですね。ここにもブッシュがあるんですが、ブッシュにブーツがかぶったちょっと高級なブッシュになってますね。ただ、特に異常はなさそうです。そして下の方に行きますと、先ほど説明した長い方のアームですね。こちらもブッシュが使われてますけど、とりあえずですね、あんまりよくわかんないんですけど、点検しにくいんですが、見たところ、特に異常はないように見えます。それから最後にですね、トレーリングアームの先端のブッシュですね。ここにも大きなブッシュが使われてまして、今前後方向に動かそうとしましたけど、かなり硬いです。ところが、横方向に動かそうとすると結構簡単に動くんですね。この辺がですね、そのコーナリングでトーアウトにならないようにする工夫、方向によって硬さの違うブッシュが使われてるんだろうと思います。ということでですね、リアサスペンションなんか説明ばっかりで点検の動画が少ないですが、どうしようかちょっとまだ迷ってるんですが、もうブッシュをね、変えられるブッシュ全部変えちゃえという気もするんですが、一応ですね、一番最低限のプランとしては、ショックアブソーバーとトレーリングアーム先端の大きなブッシュですね、を交換して終わらせると。それが最低限のプラン。最大のプランは、ブッシュというブッシュ全部交換するみたいなね、そういうのもまあ、一応検討はしてみたいと思います。これから決めます。はい。それとですね、追加なんですけど、リアサスを、点検しているときに、デフケースがありましたよね。デフケースもブッシュを介してボディに取り付けられてるんですが、そのデフ用のブッシュがですね、実は E46 のちょっと弱点で、傷みやすいと。それで点検したらね、実際ちょっと亀裂が入ってたんですね。カメラで撮ってもちょっと映せなかったですが、ブッシュに亀裂が入ってました。そして、その、デフケースのブッシュに亀裂が入ると、セレクトレバーをですね、ドライブとかリバースに入れた時にちょっとドンというようなショックがあるという、そういう症状が出るそうなんですが、実を言うとマーさんの、BMW、まさにですね、そういう症状がちょっとありまして、ですからこのデフのブッシュは、交換したいと思います。ですから、リアサス周りで言うと、最低限のプランは、デフのブッシュとショックアブソーバーとトレーリングアーム先端のブッシュ。最大のプランは、その他全部のブッシュを変えるみたいなね、その辺で今からちょっと検討していってね、決めようと思います。
はい、ということでね、今回はなんか下手な説明がダラダラ続いてちょっと長ったらしい動画になってしまいましたが、足回りリフレッシュですね、どこまで部品変えるか、あとショックアブソーバーのね、銘柄なんかをどうするかっていうことはですね、別途生放送でね、皆さんと相談しながら決めることができたら、それもまた楽しいかなと思います。はい。ということで、今回の動画はここまでです。今回もまーさんの動画をご視聴いただいてありがとうございました。